はいどうも、車買うチューバーワンソクチューブです。今回はですね、トヨタの新型ハリアーガソリンの Z、 こちらの試乗インプレッションの内装編ですね。しかも今回はもう超絶詳細にチェックするということで、どこよりも詳しく新型ハリアーの内装をお届けしたいと思います。で、試乗車はですね、トヨタのハリアーガソリンの Z ですねの FF になります。車両本体価格は393万円となっています。試乗車をね、かなり早い段階から手配していただきましたトヨタモビリティ東京さん、本当ありがとうございます。それでは早速内装をチェックしてみたいと思います。まずね、乗り込む前にここの B ピラーがね、ピアノブラックになってるのも高級感ありますよね。アウタードアハンドルはメッキ化色されています。そしてですね、まず最初の細かいポイントなんですけれども、泥よけがですね、サイドシルまで完全にカバーしているので、雨の日でもね、スカートなどが汚れないような処理がしてあります。こういうところはね、細かいところなんですけど嬉しいですね。そして後続車にもドアが開いていることを知らせるカーテシランプも LED で標準装備しています。これもいいですね。そしてね、フロントグリルからいなくなった中火高のマークがここについていますね。しかもですね、こちら Z のグレードではですね、夜間だとこのようにミラーのね、下から光るウェルカムライトが中火のマークになっています。こういうのもね、所有欲をくすぐりますよね。そしてね、さらにね、 Z にはスカッフイルミネーションも標準装備なので、ドアを開けた時にね、ハリアーのロゴが光ります。そして、ドアの内側なんですけれども、この辺も全て、ソフトパッドになっています。ステッチもついていてね、見栄えもいいですよね。で、そしてね、ここパイピング処理されていますが、ここもね、なんか糸が織り込まれるような形になっていて、触った感じもね、いいですね。そしてダッシュボードの方に、このパイピング処理は連続するようなデザインになっています。で、この辺も全てソフトパッド。そしてね、ここもね、塗装ではなくね、ちゃんとね、メッキのひんやりとした、食感があります。で、ここのね、ウィンドウスイッチ台座の部分も、これね、レザーパッケージがついていないブラックの内装なんですけれども、金属フィルムが貼られているのかひんやりとしたね、食感があっていいですね。そしてウィンドウスイッチにもメッキ化色がされています。そしてその下の部分、ここの辺はハードプラなんですけれども、ドアポケットにはね、ドリンクホルダーのようになっていて、そしてね、こちら Z にはJBL のサウンドシステムがついているのでね、ハリアーのロゴ付きのオーナメントがついていますね。しかもスピーカーにはね、オレンジのライン付きっていうのもね、これもね、所有欲くすぐりますよね。そしてシートなんですけれども、レザーパッケージではないんですけれども、合皮とね、ベロアのようなファブリックのコンビネーションになっています。もうこれでも十分と思っちゃいますね。そして、パワーシートは運転席のみなんですけれども、電動ランバーサポートまで装備されています。これね、腰のね、部分に当てるやつですね。そしてパワーシートになっています。そしてね、スカッフイルミがついていますね。これ夜間は本当に綺麗です。そしてアクセルペダルはオルガン式で、こちらね、ちょっといいマットになっているので、ハリアーのロゴ付きですね。それでは乗り込んでみましょう。ドア閉めた音はこんな感じですね。はい、かなり気密性の良さそうな音がします。そして新型ハリアー Z の運転席前景なんですけれども、こんな感じですね。こちら内装色はブラックなんですけれども、シックなインテリアになっていますね。そして、メーターなんかもね、アナログの二眼のメーターの中央に、気象があって、ピラーのところにはね、JBA のツイーターがついていますね。そして、特徴的なのがこの 12.3 インチワイドの大きなナビ画面ですね。そしてその下にも、静電式のタッチパネルがあって、馬の蔵をイメージしたというセンターコンソールは全て合成皮革が貼られているというね、本当にね、無塗装素地のね、プラスチックがむき出しなんてところはほとんどないですね。これすごいです。細かく見てみましょう。まずはね、この 12.3 インチというね、トヨタ最大級のナビ画面ですね。レクサスでいうね、NX や UX よりも大きいサイズになっています。そして JBL のサウンドシステムがセットになっているのでロゴがついていますね。そしてこのように左右にね、分割して情報を表示することができます。エアコンのパネルですとか、オーディオの情報ですとか、燃費の状況ですとか、あとはね、なんかセッティングの画面ですね。で、ここでもですね、エアコンの調整などもできます。このね、調整画面を右と左、任意の方向に出すことができますが、大きいね、ナビ画面一つにはできないみたいですね。そしてその下にはですね、静電式のタッチパネルのエアコン操作スイッチが装備されます。これ Z にだけですね。G 以下だと物理スイッチになります。で、静電式のスイッチの上部はホームとかマップとかのね、ボタンもついていて、その下にはね、エアコンのファンとか温度を切り替えるスイッチがあります。で、その情報はね、この 12.3 インチのナビ画面の中に表示されるようになっています。はい、
このように温度が変わっているのが見えるでしょうか。はい、そしてその下にはですね、エンジンのスタートスイッチがあります。そしてさらにその奥にはですね、USB ポート2口とイヤホンジャックがありますね。そしてこちらの車両にはですね、オプションでスマホの非接触給電 Qi が用意されていたので、これが、ね、装備されていました。そしてその後方にはね、電動パーキングブレーキとブレーキホールドがついています。これ素晴らしいですね。電動パーキングブレーキは電子式にねスイッチでパーキングブレーキをかけるものなんですけれども、それがハリアーには装備されています。そしてね、この内側にもね金属調のフィルムが貼られていて、この辺もね質感いいですね。そしてここドライブモードセレクトのスイッチがあります。これを押すとですね、メーター内のマルチインフォメーションディスプレイでエコとかスポーツとかの情報が見ることができます。そしてですね、細かいんですけれども、このね蔵とねパネルの隙間のところ、青いインテリアイルミネーションがあってね、これ夜間は本当に綺麗でした。そしてね、ここにもねダウンライトがあって照らすようになっています。でね、細かいところなんですけどね、ここニーパッドになっていてソフトパッドになっています。そしてね、センターコンソール部分もこの大きい面積のところ合皮で覆われていて、ほんとプラむき出しのところがほとんどないのはねすごいなと思いますね。そしてこのシフトノブなんですけれども、これねがっしりしてますよね。これラブ4と共通のデザインになっていると思います。でこちらね、一足の発進ギアを持つダイレクトシフト CVT というのがねガソリンモデルには搭載されていますが、こちら10速のシーケンシャルモードも用意されています。その後方にはですねむき出しのドリンクホルダー2つありますね。でこの底にはですね、何か蓋のようなものがあるんですが、これによってね高さとか、大きさを調整することができるものがついています。でこれ外したらどこに置くのかというとですね、その前にこちらねアームレストコンソールなんですが、このアームレストの部分スライドで調整可能になっています。そしてこれをパカッと開けるとですね、その開けたところにもこのね、オーナメントのフィルムが見えると。この辺もね芸が細かいですね。そしてこの中のトレイにカップホルダーの蓋のようなものが装備できると。これで邪魔にならないって感じですね。でセンターコンソールの中にはですね 12V のシガーソケット一口ついています。電源系もね豊富にありますね。はい、続いて助手席の方を見てみましょう。ダッシュボード上部はもちろんソフトパッドになっています。そしてねピラーの付け根に見える JBL のツイター、これもね質感高くてね所有満足度高いですね。そして、ダッシュボードなんですけれども、ここもねパイピング処理がされていますよね。その上下のところもステッチ付きの合成皮革で覆われています。でグローブボックスをパカッと開けると中は結構広いですね。で ETC ユニットがねここにつかないので広いですよね。で起毛処理などはされていません。で続いてステアリングホイールなんですけれども、こちらはねクラウンなどと共通のパーツになっていますね。ロゴがトヨタになっているぐらいですね。でラブ4などよりもね一部がピアノブラックで加色されているので見栄えは少し良くなっています。ステアリングスイッチの左側でメーターの中央の7インチのマルチインフォメーションディスプレイの情報を切り替えることができます。ここでね安全装備であったりとか、あとオーディオであったりとか、あと運転支援の情報であったりとか、スピードとか、あとエコ情報ですね、燃費などの情報を切り替えて見ることができます。この画面もねすごく大きいんで見やすいし、さらにですねこう二眼のアナログメーターが左右についていますけれども、このね二眼も立体的なデザインになっているので、フルデジタル液晶メーターはねペラッとしてて嫌だという人でもね、このアナログ二眼メーターの立体的なデザインは満足できるんじゃないでしょうか。続いてこちらの Z にはですねカラーヘッドアップディスプレイも搭載されています。ここでねスピードメーターとかタコメーターとか運転支援の情報、あとナビの情報なんかも見ることができます。これもねいいですよね。ただねパドルシフトがねついてないのがね10速シーケンシャルなのに惜しいなと思うところではあります。そして、こちらのダッシュボードの右側なんですけれども、こちらにもね JBL のツイーターが見えて、こういうところもねさりげなくおしゃれというか質感がいいですね。そしてこの辺もパイピング処理されているソフトパッドがあって、その下にはですねアダプティブハイビームのオンオフスイッチと、あと Z にのみオプションでパノラミックビューモニターが装着可能になっています。このようにね360度ビューモニターってやつですね。自社の周囲をね見下ろしたような視点で見ることができるので、駐車の時とかね周囲の安全により気づくことができるということですね。このようにシースルービューというね車を透かして見たような画面も用意されています。
はい。そしてね、パワーテールゲートのスイッチと、ここにね、12.3 インチのナビとセットで ETC2.0 もついてくるので、Z には標準装備となります。はい。続いてオーバーヘッドコンソールなんですけれども、こちらね、フレームレスの、ミラーのように見えますがね、ここにレックという字がついてますね。これを何を隠そうですね。G 以上に全後方録画機能付きのデジタルインナーミラーが標準装備となっています。つまりですね、後ろと前のカメラで録画してくれているミラーということで、こんなのね、今までなかったですよね。しかもこのミラーのカメラで映している画像もね、解像度が高くなっていて、以前のデジタルインナーミラーより格段に見やすくなってます。これはいいですね。しかも、ドラレコ代わりに、前と後ろを同時録画してくれているということなんで、これもね、転ばぬ先の杖としていいですよね。しかもね、ミラーの縁がないフレームレスデザインになっているのも見た目にスッキリしてていいですね。続いてオーバーヘッドコンソールなんですけれども、ルームランプももちろん LED。しかもね、これ新衣装になっていますね。そしてこちら SOS コールもついているので、車載通信機で事故やね、病気になった時に電話でオペレーターにつながるというものですね。そしてここダウンライトもついています。ライトちょっとつけないとダウンライトつかないんですけれども、このようにブルーのダウンライトがついていると。これでカップホルダー周りを照らしてくれると。夜はムーディーですね。続いてバニティミラーを見てみましょう。シャッター式で開けるとバニティランプもね LED になってます。これもいいですね。ハリアーはライト類ほぼ LED ですね。これすごいな。そしてグリップもついています。はい、続いて後席を見てみましょう。で、後席のね、ドアのね、下のところもね、サイドシルのところ、ここね、泥がね、跳ねないようになっているのもいいですね。はい、そして、全席同様ですね、ここドアの内側、ステッチ付きのソフトパッドで覆われています。これね、質感ね、後席ドアとしては相当高い方ですね。ウィンドウスイッチ台座も全席同様メタルフィルムになっていますし、ウィンドウスイッチ自体もメッキの加色がしてあります。そして窓開きチェックなんですけれども 100% 開くと、これも素晴らしいですね。そしてドアポケットにドリンクが置けるようになっています。続いて、後席のシートを見てみたいと思うんですけれども、後席のシートはですね、1段階でリクライニング可能となっています。これね、1段階でもねできない車がほとんどなんで、これね長距離乗るときなどはこのね微妙な角度も役に立ちます。はい、乗り込んでみましょう。ドア閉めた音、こんな感じです。後席ドアのね閉めた音もいいですね。そして運転席を173センチの私の身長に合わせた状態で、後席足元には拳3つ分ぐらいのスペースがあります。十分広いですね。そして、足のつま先も下に入ると。そしてシートバックポケットは運転席助手席両方ともついていると。これもねいいですね。そしてセンターコンソール後端にはエアコンの吹き出し口があって、後席でも暑かったり寒かったりしないというのもいいですね。で、その下にはですね、USB ソケットが2口ついていて、後席でもね、2名の充電ができると。この辺もね、気が利いてますよね。そしてですね、さらに細かいところなんですけれども、センタートンネルの高さですね。で、これ足を持ち上げるとこんぐらいなんですけれども、そんなにね、高くないです。なので、10センチあるかないかぐらいなんで、足元のね、圧迫感はないですね。足置きも良いです。そして、後席のアームレストも完備されています。ドリンクホルダー2口ついています。はい、そして、オーバーヘッドなんですけれども、ルームランプはもちろん LED になっています。この辺のね、スイッチもいいですね。そして、グリップもついていて、ここにね、物を引っ掛けられるようにもなっています。続いてラゲッジスペースを見てみましょう。Z にはね、ハンズフリーパワーバックドアついてるんですが、手で開けちゃってました。そしてラゲッジもね、なかなか広いですね。ラブ4よりは床面が高いんですけれども、ゴルフバッグ3つ分ぐらい積載できるそうです。で、目立つのはですね、Z にはですね、JBL のサウンドシステムついてるので、このウーハーがね、ラゲッジについていて、ロゴもついてるの見栄えいいですよね。そしてさらに Z ではデッキサイドとリアフィニッシュ、こちらがステンレス製になるのがいいですね。で、アクセサリーコンセントはオプションで装着可能です。ラゲッジランプもね LED になってるのはほんと素晴らしい。ほぼね透過類全部 LED ですね。そしてデッキアンダーにはですね、これ裏側にではですね、物が当たったりとか、あと遮音性を高めるためのものがついていると、これもねなかなかないですよね。そしてスライドできるトレイがありまして、ここのね容積も結構確保されていますね。
でこれトレイを奥にやると、さらにその下にも収納があるので、結構ね2段収納になってるのはいいですね。でさらにその奥側にもですね物が置けるようになっていて、仕切りがあってね小物を置けるようにもなっていますね。はい、そして、鉱石を倒してみましょう。これちょっとねラゲッジ側から倒すと手がね伸ばさないと倒せないんですけれども、こちらを倒すとねほぼフラットなラゲッジになります。これだったらね使い勝手もいいですよね。これ斜めだったら大人がね足を伸ばしても寝ることができますね。といった感じでね、かなりマニアックに、ハリアーのインテリア見てみましたが、いかがだったでしょうか。購入検討している方は参考にしていただけたら幸いです。それでは買いたいあなたの背中を押すチャンネルワンソクチューブ、次回もお楽しみに。